本日は、こちらですね、MN モデルの MN78 という、ものになります。ジープのチェロキーですね。チェロキーをモチーフにした感じになっています。ライセンス品じゃないので、ロゴ等は入ってませんが、ラインナップ、色のラインナップですね。青と、こちらのグレーというか、シルバーですね。こういった形の2色展開となっております。オプション品等も書いてありますけども、こちらもおそらくMN99 とか、その辺と互換あるのかなというところですが、ちょっとこちらについては、今回特に手配もしてないので、割愛します。では、これ箱から出してみたいと思います。はい、箱から出してきました。ちょっとプロポは普通ですね。ちょっとライトスイッチとかがあるので、なんかちょっと面白そうだなって、つけたり消したりできそうですね。で、このスロットルレートもあるので、ひょっとしたら75% とか 50% っていう調整もできるかもしれない。ちょっと地味に優しかったのは、ここの親指でやるためのこのレバーですね。これ初めからついてますので、片手運転がしやすい。あとよくわかんないです。ここの、なんかアンテナが入ってるのがよくわかんないですけど、この透明の部分。なんでしょうね、いらない感じしますけど、なんかついてますね。こんな送信機になってますね。これは USB のバッテリー充電器で、MN モデル共通ですかね。3ピン式のやつが入ってますので、これは置いておきます。肝心の本体ですね。こんな、ジープチェロキーのボディタイプなので、こんな感じで、ちょっと今見ていただいてわかるかもしれないですけど、結構小ぶりでんですね。タイヤもある程度ちっちゃくて、こういった感じで MN の標準タイヤと比べてもちっちゃいです。で、ボディの長さは割とありますね。ちょっと後で MN99 と 99S か比べてみたいと思います。でフロントは、こんな感じですね。でここにバッテリーが入ってまして、ちょっとプッシュすると開くような形で、ちょっとなんか進化してますね、この辺も。で、バッテリーこれです。これも MN と共通ですね。同じバッテリー使ってますので、すでにお持ちの方でしたら、共通で使っていただけるかなというところですね。あとは、ちょっと特徴としては、今まで MN だとなかったんですが、ドア開きますね、これ。フロント2枚ですね。裏も作り込まれてますね。で、あとはリアドア。こんな感じで、開けることができますので、なんかちょっと、積むのかなよくわかんないけど、積んで遊ぶこともできそうですね。ちょっと滑りますので、固定しなきゃいけないので。3ドア開きますよということですね。ちょっと渋いんで、あんまり開け閉め頻繁にしない方が、ちょっと傷みそうですね。いいかもしれない。あとはこのルーフトップのライト。これもMN 系と同じですね。D90 とか98とかについているようなやつとほとんど同じになります。で、ラックが特殊ですね、これ。専用なんですかね。ちょっと形状が今までと違う。このラック非常にいいです、作りが。で、なんか、ネジでここにスペアタイヤが止められてますけど、ちょっとこれはお好みに応じて荷物、他の積みたかったら外すとかですね。で、後ろの造形はこんな感じですね。テールは基本的にクリアなんで、ちょっとリアル感出すんだったら塗るとかっていうのがいるかもしれないですね。で、バンパーから下回り。割と、柔らかめなんで動きいいですね。標準のやつってこんな柔らかい感じなんで、他の MN でも同じかなっていう
多分このアクスルは、ちょっと今こちらに MN のやつあるんですけど、メタル。そうですね。サイズ感的にもほぼ一緒なので、多分つければそのままつくのかなっていう感じなので、ちょっと後でまた後日やってみたいと思います。で、結構今回いいなと思ったのが、こちらですね、最低地上高が従来に比べて結構高くなってますね。ほぼボディと同じぐらいまでないので、MN99S とかで、ちょっとモーターがやっぱ出っ張って、スタックしちゃうような場所でも、なんかいけそうな感じがしますよね。で、前もちょっと変わってます。まずは、デフォルトでですね、ストック状態で、サーボモーターが、このアクセルの上に乗ってる状態ですね。今までは、こっちのボディの方についてたんですけど、このアクセル上に乗っかったことで、このバネの動きだったり、この距離に左右されないということで安定したステアリング取れるのかなっていう感じしますね。あと裏見ていくと、割とシンプルで、ここのロット類も大体同じ感じですね。ML の利用できるかもしれないですね。変更は良いだと思います。で、ここ、アクセル。で、ここにスイッチですね、ありますね。外観はこんな感じですね。ちょっと中見ていきたいと思いますので、中開けます。一応これでシャーシ分離してみました。結構ボディが結構重いですね。で、シャーシは、こんな感じで、いつもの MN って感じですけど、モーターがですね、280モーターと書いてあったのですが、こんな感じでちっちゃいモーターで、結構そうですね、配置が狭いので、ちょっとこれ交換できるかなって感じはしますけども、280だから、そうですね、370モーターだったら、これ370ですけど、交換できそうなんで、ちょっともしトルクが足りないとかいう話があれば、370ですね、選んでもいいかもしれないですね。タミヤのトルクチューンとかも370でありますんで、そういったものもお好みで選べるかもしれないです。で、お約束の感じで、ここが受信機兼 ESC 兼ライトコントロールユニットという形になってますね。で、MN99 みたいにここですね。後ろのやつ、前のもそうかな。これで、LED コントロールユニットみたいなのがここに入ってます。なので、受信機と ESC を交換される場合は、この LED 関係も全部配線し直しになるので、ちょっと注意してくださいねということになりますね。中はこんなところでしょうか。ちょっとね、この辺にもスペースあるんで、なんだっけな、ちっちゃい ESC とかはここに積んで、前に受信機を積むとかっていうレイアウトでもいいかもしれないですね。どちらにしても技的対応品じゃないので、受信機は変えなきゃならないので、ちょっとこの辺は後日また変更していきたいなと思います。ちょっと一旦閉めて、ライトと動き見ていきます。はい、ではボディ元に戻してみましたので、ちょっと火を入れていきたいと思います。ですね。これで、
まあ問題なさそうな感じ。ライトスイッチ試してみましょう。今は全点灯ですね。はい。ただ、全部ついて消えるだけという、まあ、シンプルな感じですね。まあ上のも割と明るいし、いいですね。いい雰囲気出てますね。で、切れ角は、どうでしょうかね。マックスで、このぐらい。全然悪くないと思います。多分これ以上やるのは、ちょっとロット的には厳しそうですけど、十分切れてますね。いいと思います。割と総じて、あ、ハザードついてますね、なんか。なんだろう、これ。あ、ハザードモードがあるのかな。あ、ハザードだけモードありますね、なんか。あれなんだろう、さっきついてなかったような気がするんですけど。ちょっとすみません、よくわからん、条件がよくわからんです。なんかハザードがチッカンする状態になっちゃいました。まあ、これはこれでかっこいいですけどね。ちょっとよくわかんないですけど、一旦切ります。まあ、こんなところで、ちょっとあとは実際少し走らせたものも見たいと思います。あ、そうだ。その前に、MN99S とちょっと比べてみたいと思いますので、ちょっと持ってきます。はい。こちら MN99S。こちら、今回の78ですけど、やっぱりちょっとオーバーフェンダー無視しても、ちょっとやっぱ幅がちっちゃいですよね。少し。なので、まあ、一応これ12分の1と歌ってますけども、なんて言うんでしょう。まあ、ロングタイプなボディなので、そういう部分ではまあ12分の1するとこうなっちゃうのかなというところは納得感はありますね。で、まあ、こんな感じなので、そうですね、やっぱりちょっとこれ、標準のタイルじゃないんですけど、まあ、ほぼ変わんないので、やっぱり結構ゴリゴリに走るんだったら、MN99 のが優秀かもしれないですけど、やっぱさっきおっしゃいましたけど、この最低地上高のところ、MN やっぱこのモーターがはみ出してるのがちょっとあんま嫌なので、これ実際にもうちょっと上にアップできるんですけど、ボディと干渉するので、そういうのもあるので、ちょっと一長一短かなというところですね。サイズ感としてはそんなところです。なんで、WPL の16分の1モデルですね。C24 とか、そういうイメージのサイズ感で買っていただく方が、あれちっちゃいなっていうのはないかもしれないですね。ちょっと12分の1だと若干大きいのを期待し、ちょっともうちょっと一回り大きいのを期待してたんで、まあこんなサイズ感かなということになります。